早いな。しかしストームアーマーの打ち込みを片手で。どうした？その程度か。さあ、すごい、全部止められた。化け物め。我が先兵のために作ったストームアーマー、荒玉を宿した親衛隊と渡り合えたのならまずまずといったところか。そうだ、貴様の作ったものがこうして貴様を追い詰める。楽しいな。何？良い不良の慰めになる。母のやり残した務め、この私が果たす。貴様を滅ぼす。やってみろ。最後に聞く。貴様は折紙ゆかりなのか、それとも谷津姫なのか。話している余裕があるのか。間もなくストームアーマーの稼働限界だ。カナミ、全力で畳みかけるぞ。この音は。おそらく最後の戦いが始まったのでしょう。大荒玉、どうします、ミリアさん。異変に気づいた都知たちが折紙ゆかりのもとへ集結しようとするかもしれません。彼女らの戦いを邪魔させるわけにはいきません。祭壇へ向かおうとする都知たちを排除します。了解。じゃあ最後のひと踏ん張りだね。お行きなさい、マキさん。ゆかり様のもとへ。鈴鹿、意識を取り戻したか？まだやれるか？残念ながら私にはもう戦う力はありません。ここで夢の遺体の処置を行います。処置？このままでは夢は荒玉になってしまいます。そうか。しばらくすれば夢はもう一度立ち上がって。マキさん、お分かりでしょう。それはもう夢ではありませんわ。夢という器を苗床にしたただの荒玉。そうなればもう一度夢を殺さなければなりません。処置は私が施します。あなたには酷でしょうから。夢は、僕たちはもう普通に死ぬことさえ許されないのか？もとよりその覚悟はできていたはず。荒玉を受け入れたあの時から。さあ、お行きなさい。親衛隊第一隻。強い。どうした？もうおしまいか？ストームアーマーの稼働限界まで20秒。ためらっている時間はない。カナミ、次で決める。分かった。折紙茜のくだらない小芝居に付き合わされたけど、無理して戻ってきてよかったわ。さやか、あなたに会えた。やっとあなたもゆかり様のお力を受け入れる気になったのね。それに免じて先日のわがままは許してあげましょう。さやかちゃんは渡しません。
どうしたのさやか。怖いことなど何もないわ、あなたなら。決してこんな失敗作のようにはならない。だから案ずることはないのよ。さあさやか、いらっしゃい。ゆかり様に忠を尽くす途時に、いいえ、お刀となりなさい。かつて私が振るい、今はあなたの手にある妙法村正のように、それが道具のあるべき姿というものよ。なんてことを。さやかちゃんは道具じゃない。もうやめて。何？もうひどいことしないで。でないと私はあなたを。切るのか？お前が私を出過ぎた口を聞くな。お前は黙って従ってればいいのよ。高津学長こそもう何も喋らないで。人を物のように扱うことしかできないあなたを私は認めません。あ？あなたにも、そして折紙ゆかりにも、私は絶対さやかちゃんをいいようにさせたりしない。ざれ言を。お刀に携わる者、その全てはゆかり様のためにある。その中にはこんな失敗作もあるけれど。何を。本当に気味が悪いこと。戯れに実験台として選んだ頃から、お前が何を考えているのか何一つ分かりゃしない。立て、読み。どうした？恨み事の一つも言うか？反逆者を捕らえます。それが親衛隊の務めですので。さつきさん、どうしてそこまで。そこまで言うなら読み。これをくれてやろう。あれはノロのアンプル。体がどうなってもいいの？構いません。マイ。やるよ、さやかちゃん。さやかは殺すの？はい。まだ終わらない。まだまだまだ。そんなに血を流したらさすがに死にますよ。先に果てるのはあなたたちです。続けろ、ヨミ。ストームアーマーの稼働限界が近いはずだ。もう時間が。さやかちゃん、少しの間でいい。荒玉を抑えて。私があの人を切る。分かった。この力を私は私の意志で使う。舞のための道は私が開く。あれは無念無双。あ、さやか。見えた。さやかちゃんが切り開いた道、無駄にはしない。やお見事です。やったよ、さやかちゃん。G 3段階。やった。
残念だったな。ストームアーマーの稼働限界、これまでだな。どういうことだ。確かに決まったはず。なぜ動ける。まさか写し。荒玉が写しを使うのか。親衛隊の人たちだって使ってたし、不思議じゃないよ。続けるか。もちろん。今度は私が仕掛ける。よし。はあ、守りが硬い。だけど今だ。はあ、無駄だ。バカな。あれを捨てるだと。完璧なタイミングだったはずだ。何、ゆかり様の目が金色に。お前たちの評価を改めよう。装備を差し引いても親衛隊と同等、もしくはそれ以上だ。なぜだ。まるで私たちの剣が完全に読まれてる。そうだ、見えているのだ。私には未来が。我が目は全てを見通せる。お前たちの身体能力、秘めた力、思考、あらゆる可能性を見通し、そこから最良の一手を選択する。私は折紙ゆかりと多吉姫と先ほどの問いに答えよう。我は多吉姫。だが折紙ゆかりでもある。我らはすでに一つだ。多吉姫。かなみちゃん、舞ちゃん、それにさやかちゃん。あれが大荒玉。かなみ、私怖い。相手を怖いと思ったの初めて。同じだよ、私も怖い。バカな。あれだけあったノロが全てなくなっている。事態が飲み込めましたか。貴様ら。なんだここは。折紙家が回収したノロの貯蔵庫です。20年間分のノロがここにありました。数時間前まで。その全部が結合し、化け物が復活したってわけか。おいお前、親衛隊だろ。責任取れよ。一定の電流を与え続ければノロはスペクトラム化しない。少量ずつ各地に奉納するより安定してノロを管理できる。残念ですが、それは嘘の情報です。多吉姫の支配下にあるノロはおとなしいふりをしていたに過ぎません。この国は20年間もまんまと奴に騙され、せっせとノロを集めてたってわけだ。しかし折紙家の管理が始まってから荒玉による事故は激減した。殉職する都市の数も。全部この日のための芝居だろう。それでも毎年荒玉による被害者はなくならない。汚れの具現化である荒玉は駆除しても駆除しても闇から染み出してくる。それに対抗するには同等の力が必要だ。毒には毒を、汚れには汚れをもって制するしか。それが荒玉を受け入れた理由です。要はビビってんだろう。お前みたいな怖がりどもがいるせいで荒玉は汚れなんて意味嫌われるんだ。なんだ
い、天井が崩れます。床が抜けて、何？祭殿の地下にこんなものが。あれはカオルちゃん、エレンちゃん。マイ、大丈夫。なんとかね。敵は6頭竜。おあつらい向きにこちらも6人です。プラス1匹だ。あれがゆかり様。いや、あれは。みんな呼吸を合わせて、里での集団戦を思い出して。よく見る、よく聞く、よく感じ取る。これまでの全部をこの剣に。倒してハッピーエンドです。今度こそ長期休暇だな。荒玉を生み出したのは貴様ら人だ。かつて一つであったものをお前たちが引き裂いたのだ。我を汚れと呼び、恐れ、意味嫌った。玉鋼とノル、お刀と荒玉、生とダック、元は全て一つ、同じものだ。人が勝手に分別したに過ぎない。最悪を振りまきながらも我の知能は進化し続けた。やがて一つの結末を予見した。マガが見どかした我もいずれは人の目により駆逐されるということだ。我は生存の道を模索した。それを実行したのが20年前の相模湾岸大災厄だ。この名が必要なら多月姫が呼ぶがよ。そんな。江ノ島に封じ込めたのも特務隊を送り込んだのも。そうだ、折紙ゆかり。全てはお前をおびき出す演出に過ぎない。我が生存する最も高い可能性、それが我がお前に成り代わることだ。ゆかり、耳を貸しちゃダメ。あいつを倒す、それだけだよ。でも倒すためには。ゆかり様、ご命令ください。務めを果たせと。務め？お願い、かがり。多月姫を封じて。はい。辛い決断をさせてしまい申し訳ありません。みんなで過ごした学校生活、かけがえのない私の宝物です。湊先輩、あなたのこと正直苦手でしたけど、今はいっぱい感謝しています。かがり？多月姫、お前は私が封じる。そのために私はここにいる。はあ！かがりの一つの太刀が多月姫を貫いた。無駄だ。その程度では我を。閣僚の果てまで私と共に落ちろ。
湊先輩。手を掴んで。ダメ。それだとあなたまで。掴め、かがり。湊先輩。代わりに私の半分をくれてやる。だからかがりを助けて。かがり、湊、どうして折紙ゆかり、我は取引を提案する。取引？このまま隔離用の果てに落ちれば、我という自我は消滅するだろう。そうすれば数十年はうつしおには戻れない。だが自我は失おうとも存在は不滅だ。いずれかぐりよから染み出し、うつしおへと戻る。これを繰り返してきた折紙家のものならば理解できよう。何が言いたいの？我と同化しろ。さすれば藤原湊と柊かがりの命は救われる。何を？我はお前と同化し、隔離用の浅瀬に潜み傷を癒そう。今より十数年お前は猶予を得る。それまでに我を滅ぼすことができればお前の勝ちだ。そんな馬鹿げた提案を。お前が応じる確率は極めて高い。大荒玉を沈めるには、己を犠牲にして隔離世へと引きずり込むしかない。それは柊かがり、母の使命だった。しかし、母はうつしおに戻ってきた。すべては要の母、藤原湊と、そして折紙ゆかりが多木姫と契約したおかげだというのか。脈々と受け継がれてきた折紙家の務め。だが、ゆかりは二人の生還を選んだ。あれはお当主様とかなみ。どうやら間に合ったようね。あれは大荒玉。ああ、すげえな。とてつもねえプレッシャーだ。いくら数が増えたところで無駄なこと。絶望に打ちひしがれる。さすがは藤原湊の娘と言うべきか。いずれ恐ろしい手だれに育つかもしれん。しかしまだヒナだ。湊の息まではしばらくかかる。さてどうする？母と同じ秘術を使うか、そのお刀を当てることができればだが無理だ。お前の剣は私に届くことはない。折紙ゆかりを超える杜氏はこの世に。かなみ。ほう、まだ立てるだけの気力が。ゆかり、久しぶり。湊。かなみ。ありえない。ありえない。ありえるよ。かなみ。
ありえない。藤原湊は死んでいる。らしいね。でもこうして戦ってる。すごい、一方的に勝ってる。こんな未来あるはずが。切られた箇所から炎が。なんだか知らねえがすげえじゃねえか。火だるまだぜ。このようなこと今しかない。4段階珍異だと。これが私の真の一つの太刀だ。見事だ。このまま私と共に隠れよの彼方へ。ダメ、日和ちゃん。離せ、離すんだカナミ。ダメ、絶対に離さない。見て、小ガラス丸が貫いた背中が割れていく。なんだありゃ。大量の荒玉が空高く吹き出して止まらねえ。上空に吹き上げられた荒玉たちがちりぢりに飛んでいく。富水姫が消えていく。